はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。日経平均ですね、自民党総裁選の時にですね、乱高下しました。自民党総裁選の最初の投票時に、高市さんがですね、総裁になるんじゃないかっていう可能性が高まった時にですね、日経平均先物大きく上昇しました。で、そのままですね、15時15分の大引けを迎えたんですね、日経平均先物が。で、4時半のですね、ナイトセッションが始まるまでの間に、決選投票が行われて、石破さんがですね、自民党の総裁になったわけです。で、その時にですね、非常に大きく日経平均先物がですね、下落したんですね。はい、こちらですね、シカゴのですね、CME 取引所の日経平均先物のチャートなんですけども、大きくですね、下落していることがわかりますよね、ここ。高市さんがですね、総裁になると思ってですね、日経平均先物の買いポジションを持ち越した人はですね、いきなり大きなギャップダウンで、非常に大きな損失を被ったんじゃないかなというふうに思いますね。このようにですね、イベント時にですね、予想でポジションを取ってしまうと、時にこういうことが起こってしまいます。ですから、イベント時にですね、あまり予想で大きなポジションというのをね、取らない方が本当いいと思いますよ。リスク管理っていう観点からも別にわざわざイベントで勝負する必要ってどこにもないので、では、これからですね、日経平均どうなっていくのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。まずですね、日経平均先物の週足は現状どうなっているかというと、こちらの安値から上昇、調整、上昇というふうになっていまして、週足で主要な高値を超えて、日経平均先物は上昇トレンドに入っているんですね、週足で。そこからの今、調整という状況になります。あくまでも週足では上昇トレンドの調整中ということになります。で、この上昇トレンドが終わるポイントってどこかというと、主要な安値、こちらですよね。こちらが主要な安値になっています。35,120円ですね。35,120円を下抜けるような下落になったときに、週足で上昇トレンドが終了するということになります。週足現状では上昇トレンドの調整中ですが、この上昇トレンドが終わるかどうかということに関しては、35,120円まで下落してくるかどうかということに注目して見ていけばいいということですね。現状ではですね、大きな窓が開いています。先物の窓っていうのは、どこかで埋めに行くものなんですけども、それがですね、すぐ埋めに行くのか、それとも時間が経過した後に埋めに行くのかっていうのは、現状ではやっぱ分からないですよね。最近の日経平均先物の値動きっていうのは、米国の指数に連動しているというよりも、ドル円相場の円高円安にですね、連動しています。どういうことかというと、円高が進むと日経平均先物は下落するし、円安が進むと日経平均先物は上昇するという傾向が非常に強いんですね。で、これは最近のナイトセッションの相場展開を見ていると、例えば、米国のインデックスが下落している中でも、ドル円相場が円安に進んでいる時っていうのは、日経平均先物がナイトセッションで上昇する傾向があります。一方で、米国の指数がですね、上昇している時でも、ドル円相場で円高が進んでしまいますと、日経平均先物は下落していることが多いです。これからしばらくの間はですね、日経平均先物の方向性を考えるときには、ドル円相場で円高が進んでいるのか、円安が進んでいるのかっていう観点から見ていくと、分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、ドル円相場なんですけど、現状は週足で見ると、円高トレンドの最中なんですよね。ここから、このように今、円高のトレンドが、週足で円高のトレンドが進行しています。で、今は円高トレンドの調整中という状況ですね。再度下落してきて、直近の主要な安値、139円57銭ぐらいなんですけど、そこを再度抜けていくと、週足で円高トレンドが継続していくということが確認できるという状況になっています。月足でドル円相場を見ますと、ずっと長く続いていた円安トレンドがですね、すでに終了するポイントを下抜けています。つまり、月足で主要な安値を下抜けていますので、長く続いた月足の円安トレンドはもう終了しているわけですね。で、月足では今、ドル円相場はトレンドがない状況という認識になりまして、週足では先ほど申し上げたように円高トレンドの最中ということになります。ですからそう考えると、週足の方でドル円相場は円高トレンドになっている最中なので、日経平均先物もですね、ちょっと下方向、下落していく可能性を考えながら相場を見ていく必要があるということです。窓が開いているんですけども、この窓を実際に埋めに行くかどうかっていうのは、ドル円相場の方向性を見ながら判断していくことになると思います。一旦米国指数の話をしていきたいと思います。で、前回の動画の中で、YouTube の動画の中で、この主要な高値と、この主要な安値、
の間の上下動っていうのは意味がなく、短期的、長期投資にとっては意味がなくて、どちらに抜けていくかで週足のトレンドが上昇トレンドなのか下落トレンドなのかが発生するという話をしました。で、結果としてどうなったかというと、主要な高値を超えたわけですね。2週間前に主要な高値を超えています。ですから、現状、ナスダック100は週足では上昇トレンド、週足で上昇トレンドの最中なんですね。このように。ですが、なんか上値重いですよね。すっきりと上昇していってないです。一方、ダウはどうかというと、ダウは週足で上昇トレンドで高値を更新していってますし、S&P500 も週足で上昇トレンドで高値更新していってます。ところが、ナスダック100だけは、週足で上昇トレンドを形成したにもかかわらず、ここ数日間、この1週間ぐらいの動きっていうのは、非常にもたついているわけですね。力強い上昇になっていってません。で、ナスダック100の4時間足のチャートを見ていくんですけども、はい、こちら4時間足のチャートに一目均衡表を表示しているんですけども、ですね、ナスダック100が4時間足で一目の基準線を、今ですね、この基準線赤い線ここにありますけども、ここをちょっと下抜けてるんですよ。で、4時間足で基準線下抜けると、しばらく下落する傾向っていうのがあるんですよね。例えば、過去で言うと、ここをご覧になっていただきたいんですけど、ここで4時間足の基準線下抜けて、一旦戻ってくるんですけど、もう一度上昇しきれずに基準線下抜けてからどうなったかっていうと、しばらく行ったり来たりしていたものの、結局、このように下落してしまってますよね。他の場面でもありますが、例えばこちら見ていただきたいんですけど、基準線下抜けてから、一旦また基準線の上に戻ってきたんですけど、結局戻りきれずに、このように下落していってますよね。はい。っていうふうに、結構ですね、その短期的な相場変動っていうことを考えるときに、4時間足で一目の基準線を下抜けるっていうのは、相場が下落し始めるときの、結構早いシグナルになってるんですよね。S&P500 もちょっとそうなりかけてるんですよ。ですから、月曜日以降の相場で、米国のですね、インデックスが下落していく可能性がちょっと出てきてるなというのが現状です。ただ、現状ですよ、大きく米国の指数が下落する理由っていうのは、なかなか今、見出しづらい状況にあるんですよね。ですから、下落したとしても大きな下落になるというよりも、どちらかというと、週足では上昇トレンドを形成しているわけですから、ちょっとレンジになっていく可能性が出てきているなっていうふうに思うんですね。米国指数がちょっとレンジの動きになってきて、高値を更新できないような動きに今なりかけてるのかなっていうふうに思ったりします。例えば月曜日以降の相場で、こちらがですね、上昇してきて基準線の上に出てくるようなことがあれば話違うんですけども、なかなか基準線抜けられないとすると、レンジでですね、上下動していくような相場になってしまう可能性が出てきているなというふうに思います。レンジっていうと、ですから上下動するわけですから、こんな感じで、あくまで一例ですけど、こんな感じで動いたとするじゃないですか。そうすると、レンジのその下落の時にですね、円高が進んでしまうと、日経平均先物は、やっぱ下落してしまって、週足の上昇トレンドが終わる水準までって、あと2320円もあるんですけど、米国市場のですね、インデックスの下落の仕方と、あと、円高の進行具合によっては、そこに到達してしまう可能性もあってですね、そこに注意しながら、日経平均の方を見ていった方がいいですね。もう一度整理しますと、ナスダック100先物で、4時間足がですね、一目均衡表の基準線をちょっと下抜けるような動きになっているので、米国の指数がですね、ちょっと下落してしまう可能性があると。ただ、今大きく下落するような状況下でもないので、あくまでもレンジ、週足の方でレンジという感じの動きになってしまう可能性が出てきているなというふうに思います。で、日経平均につきましては、大きく下落したものの、現状は週足で上昇トレンドの調整中という認識になりますが、ドル円相場は円高、週足で円高トレンドになっていますし、現状日経平均先物は米国指数よりもドル円相場と連動しているので、円高が進んでしまうと、例えば米国の指数が上昇したとしても、日経平均先物の方は下落してしまう可能性があるので、ドル円相場に注意しながら日経平均先物の方を見ていく必要があるということですね。最後に告知なんですけれども、私ですね、グローバルリンクアドバイザーズでメルマガの方を発行していたんですけども、そちらがですね、9月31日で終了いたします。で、そして 10月1日から引き続きメルマガをやっていくんですけれども、最初の半年間ですね、は、グローバルリンクアドバイザーズのメルマガを購読してくださった方々限定で、無料でですね、半年間メルマガの方を配布させていただきます。過去に1ヶ月間だけでも、グローバルリンクアドバイザーズのメルマガを購読してくださった方は、半年間、無料でメルマガの方を購読することができますので、ぜひお申し込みいただければと思います。会員登録の仕方はですね、この動画の概要欄の方にリンク貼っておきます。今回の動画面白かったという方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。